こんにちは、はるです。今回はいちごの作り方をご紹介します。美味しくて可愛いいちごをビーズで表現してみました。作り方は途中まで前回のみかんと同じですので、みかんが作れた方ならこのいちごも必ず作れます。それでは作り方を見ていきましょう。まずは材料です。丸大ビーズグリーン11個、丸大ビーズ赤65個、ラウンド型アクリルビーズ 10mm クリア1個、ラウンド型アクリルビーズ 4mm クリア1個、テグス3号80センチ。まずテグスにグリーンを3つ通して一番端のビーズで左右のテグスを交差させます。次に右のテグスにグリーンを1つ通して新たなグリーン1つで交差します。これをあと2回繰り返します。次に右のテグスにグリーンを1つ通して一番最初に作った輪の右端のビーズに通します。これで両方のテグスが内側に向いてますよね。テグスを束ねてグリーンを1つ通します。わかりやすいようにビーズの色を変えて作っていますよ。そしてほぼ向かい側にあるこのビーズまで両方のテグスを通します。これで1段目のヘタの部分が出来上がりました。2段目です。ここはよく注目してみてくださいね。右のテグスに赤を2つ通して新たな赤1つで交差します。
次に右の手ぐすに赤を1つ通して新たな赤1つで交差します。今度は左の手ぐすで隣のグリーンを1つ拾って右の手ぐすに赤を1つ通して新たな赤1つで交差します。次は右の手ぐすに赤を1つ通して新たな赤1つで交差します。ここまで出来上がったものをよく見てみると、ビーズ4つの輪とビーズ3つの輪が交互にできているのがわかりますよね。左の手ぐすでグリーンを拾ったときはビーズ4つの輪、拾わないときはビーズ3つの輪を作ると覚えておいてくださいね。次は左の手ぐすで隣のグリーンを拾うのでビーズ4つの輪を作ります。そして右の手ぐすに赤を1つ通して新たな赤1つで交差します。次は左の手ぐすでビーズを拾わないので右の手ぐすに赤を1つ通したら新たな赤1つで交差します。最後は左の手ぐすでこの段の最初に作った輪の右端のビーズを拾って新たな赤1つで交差します。これで2段目ができました。ビーズ3つの輪が5個、ビーズ4つの輪も5個できていれば OK です。3段目です。右の手ぐすに赤を2つ通して分かりやすいようにビーズの色を変えていますよ。新たな赤1つで交差します。
左のテグスで隣のビーズを拾って、右のテグスに赤を1つ通したら、新たな赤1つで交差します。これをあと7回繰り返します。最後は左のテグスで隣のビーズとこの段の最初に作った輪の先端のビーズを拾います。そして新たな赤1つでテグスを交差させます。これで3段目ができました。4段目です。この段も少し注意が必要です。右のテグスに赤を1つ通して、新たな赤1つで交差します。左のテグスで隣のビーズを1つ拾って、右のテグスに赤を1つ通して、新たな赤1つで交差します。次は左のテグスで隣のビーズを1つ拾って、新たな赤1つで交差します。今度は左のテグスで隣の赤を拾ったら、右のテグスに赤を1つ通して、新たな赤1つで交差します。勘のいい人はここで気づくことがあるかもしれないですね。次は左のテグスで隣のビーズを1つ拾って、新たな赤1つで交差します。ここまで出来上がったものをよく見てみると、ビーズ3つの輪とビーズ4つの輪が交互にできているのがわかりますよね。次はビーズ4つの輪を作るので、左のテグスで隣のビーズを1つ拾ったら、右のテグスに赤を1つ通して、新たな赤1つで交差します。
このような要領で繰り返していきます。最後は左のテグスで隣のビーズとこの段の最初に作った輪の先端のビーズを拾って新たな赤一つで交差します。これで4段目ができました。内側にビーズが5個あれば OK です。ここまでは前回のみかんの作り方と同じですよ。この時点で 10mm のアクリルビーズを中に詰めます。テグスを少し緩めるとビーズが入れられるようになります。5段目です。内側の5個のビーズを拾いながら作っていきますよ。右のテグスに赤を2つ通して新たな赤1つで交差します。次は左のテグスで隣のビーズを1つ拾って右のテグスに赤を1つ通して新たな赤1つで交差します。これをあと2回繰り返します。最後は左のテグスで隣のビーズとこの段の一番最初に作った輪の右端のビーズを拾います。そして新たな赤一つで交差します。これで5段目ができました。この時点で 4mm のアクリルビーズを中に入れます。そして一番上にある5個のビーズのうち4つのビーズに片方のテグスを通します。一周するような感じですね。両方のテグスが出会って結べるようになりましたので2回結びます。結び目の隣のビーズに片方のテグスを通してぐっと引っ張って結び目を隠すようにします。余ったテグスの処理の仕方なんですけど、中途半端にテグスを通すだけでは後でテグスが飛び出してしまうんですね。なので上の方までテグスを通していって目立たないところでテグスをカットしたいと思います。
ここまでテグスを通してきて余りをカットします。この辺まで処理しておけば、万が一テグスが飛び出してきても目立ちにくいと思います。これでいちごの完成です。透け感のない赤いビーズでも作ってみました。どちらでもお好きな赤で作っていただけるといいと思います。ちょっとリアルで美味しそうないちごができますので、ぜひ作ってみてくださいね。